それでは一番初めの選択肢、金星を選んだ方の希望の職場に行けますかについてリーディングしていきたいと思います。今回はタロットカードとオラクルカードを使って今のあなたの現状、そしてあなたがお仕事に本当に求めていること、そしてあなたの周囲の状況と今後ですね、この今後のところであなたがこれから希望の職場に行けるかどうかっていうところを出していこうかなと思います。で、あとはオラクルカードを使ってあなたへのアドバイスも出していきたいと思います。ではカードシャッフルから始めます。はい、カードで揃いましたのでオープンしていきます。はい、カード並べ終わりましたので、一番初めの選択肢、金星を選んだ方の希望の職場に行けますかについてリーディングしていきたいと思います。今回はタロットカードとオラクルカードを使ってあなたのお仕事の現状、そしてあなたがお仕事に本当に求めていること、そしてあなたの周囲の状況で、こちらが、あなたのお仕事の今後ですね、このあたりで、このあたりとあなたが求めていることっていうところを合わせて、今後これから先、あなたが希望の職場に行けるのかどうかっていうところを見ていきたいと思います。こちらの2枚のカードはあなたへのアドバイスです。で、今回は現状も出すんですけど、皆さんね、いろんな状況の方いらっしゃると思うので、お仕事働きつつ、自分の夢に向かって、進めていけそうかなっていう方もいるだろうし、今の職場じゃなくて別の職場転職しようかなと思ってる人とか、同じ職場にいるんだけど、もっと自分にフィットするような職場、役割とかを、今同じ職場で与えてもらえそうかどうかとかね、今お仕事お休みしてるとか、休職中、お仕事求めているとか、探してるんだけど、自分の理想にね、叶うような職場、転職先、就職先見つけられそうかとかね、いろいろご状況はあるかなと思いますので、そのあたりご自身の状況に当てはめて聞いてもらったらいいかなと思います。で、ちょっと現状を出してるので、現状聞いてもらって、ちょっと自分と当てはまらないなとか、ピンとこないなっていうことがあれば、別の選択肢見ていただいたり、ご自身に当てはまるなって思うところだけピックアップして、聞いてもらうと動画楽しめるのかなと思いますので、はい、そのような形でご覧いただければと思います。はい、ではリーディング入っていきたいと思うんですけど、ですね、現状、今のあなたのお仕事の現状ってところなんですけど、これね、カード最初展開していくときに、結構すごいねって大変な思いをされている方が多いかなっていうのを受けました。で、あとは、この、他のポジションのカードとかも見ていくと、ダイアルカナがめちゃめちゃ多いんですよね。ダイアルカナ1、2、3、4、5。1、2、3、4、5、5枚ダイアルカナが出てまして、結構今お仕事に関してターニングポイント、転機になってる方がこの一番初めの選択肢選んでくださった方が多いかなっていう印象を受けてます。だから結構悩んでたり困ってたり不安に感じてたり、そういう方が多いかなっていう印象を受けてるんですけど、結構てか大変かなとは思うけど、でもその大変なことの先に、いいビジョン、いい未来っていうのは、見えてくるかなっていうのは全体としてあるかな。で、現状が、塔のカード逆位置と、セブンオブサマーのカード。どっちがいいかな、こっちの方がいいセブンオブサマーのカードが出てます。なので、今ちょっと、お勤めされてる方、現在働いてるよっていう方は、もしかしたらちょっとあんまりお仕事の状況とか、職場の状況、会社の状況っていうのがあんまり良くない、経営状況が良くないとか、なんとなくそういう雰囲気は感じてたんだけど、いよいよやばそうだぞとか、
そこまで会社が倒産するとか、なんかそこまで大きなことじゃないかもしれないし、もしかしたら持ちこたえられるかもしれないけど、このままこの会社にいても大丈夫なのかな、今のままの働き方大丈夫なのかなみたいな風にこう思って、ご自身がどういう風に進んでいくのがいいかなっていう風にこう考えてる、自分がここに残るべきなのか、別の職場に移るべきなのか、今のこの職場のこのポジション、この部署、ここで働くってことでいいのかとか、このまま、どっちかっていうとやっぱその会社が傾きそうとか、なんかそういうあんまりこう良くないネガティブな状況、会社の経営状況とか、人間関係とかもあるかもしれないんですけど、我慢できるかできないかとか、乗り越えられるか乗り越えられないかって言ったら、乗り越えられるような気もする。だけどちょっとこのままでいいのっていうのがあるかな。あとはもしかするともうすでにの会社の経営状況とかがあんまり良くなくって、人員整理とか、早期退職とか、そういうのを募られて、募集されて、もうそこにもうじゃあ辞めますってこう結論を出された方もいるかな。もしかしたら早期退職とかしますか、どうしますかとか聞かれてて、どうしようかなって、なんか残ろうと思えば残れる選択肢もなんかあなたの場合はありそう。形上の早期退職どうですかとかじゃなくて、本当に、残ろうと思えば残れる可能性もあなたの場合はあるけど、残ってていいのかなとか、もしかするとね、何かあなたがこうその今いる職場で、肝心要の、お仕事とか任されてるから、あなたの首を切るみたいなことはないだろうなっていうのはあるけど、でも今辞めるなら今かなとか、そこまで大っぴらに、早期退職者とか募られてなかったとしても、このままここにいていいのかなみたいな、そういう感じを感じてらっしゃる。いろいろとこう選択肢を、思い浮かべてらっしゃる方が多いかな。結構だから、でしかもこう塔のカードで出てるので、結構、ショックっていうか、分かってはいる。分かってはいたんだけど、ちょっとこのまま状況が悪くなっていってしまうと、やっぱりやばいよねっていう感じ。覚悟はしてるつもりだけどどうかなとか、あとはもう早期退職とか募られて辞められたっていう方も分かってはいたけど、ちょっとね、急に生活変わるってどうなので、これから新しくお仕事探すって何やったらいいんだろう。やりたいこともあるような気もするし、やれるような気もするけど、不安もあるし、逆にこうほら何でもいいから、もう今の仕事辞めなくちゃいけなくて、何でもいいからどうぞ始めてくださいって言われても、選択肢がありすぎて迷っちゃう、悩んじゃうってこともあるから、不安もあるだろうしね。いくらね、ちょっとこの会社経営状況あんま良くないだろうなって思ってて、じゃあ会社畳みますとか辞めますってこう言われた時にね、だろうなと思ってましたけどみたいなこともあるかなって思いますね。はい。で、そんなあなたがお仕事に本当に求めていることなんですけど、ここもね、大アルカナですね。皇帝のカード逆位置と、恋人たちのカードが出てますね。で、そうだな。なので、もしかしたら今の職場、こうちょっと状況があんまり良くなさそうだねっていう職場で、他のところにも出てるんだけど、ちょっとこうブラックな感じ、ちょっとだから傾きかけてるとか、ちょっとあんま状況が良くない、なんか前々からそうだろうなとは思ってたんだけど、なんかこの職場大丈夫かいなみたいな感じが結構表立ってきてるっていうのが今の現状のところであるんですけど、ここで、皇帝のカードが逆位置で出てきてるので、あんまりこう良くないっていうか、あなたと相性が合わないとか、あなたと相性が合わないだけじゃなくて、結構一般的に見てもちょっとやばいよねっていうような、ワンマンっぽい上司がいるとか、ちょっと強引にね、物事を進めていくような社風とか、なんかそういうところがあるかもしれない。すごくトップダウンの、風潮が強くて、なかなか自分の意見を言えないとか、こうざっくばらんに、その職場の中で楽しく、お仕事していく、お金のためにとか生活のために働くっていうのは前提としてあるんだけど、せっかくね、一日の大半を過ごす仕事、職場だからこそ、なんかもうちょっとこう楽しく、和気あいあいと仲良く、お仕事していきたいな、みたいなところがあるけど、それが今叶わない職場だったりするのかなっていうのが出てて、その部分をこう叶えたい。なんかもうちょっと、
なんか楽しくとか、なんかこう、なんだろう、仲良くとか、対等にとか、なんかお互いに感謝しながらとか、そういう感じで働けたらいいよねっていうところが、あなたがお仕事に対しての望んでることと、あとは、ちょっとこう、なんだろう、もっとこう若い人と働きたいとか、若い人と働きたいって変だけど、いろんなね、年齢の方が見てらっしゃるから、ちょっと様々、状況様々かもしれないけど、例えばあなた自身の年齢が、割と大人だとしても、その組織の形態がすごくこう昭和な感じで、でもあなた自身はこう、なんだろうな、時代のアップデート、流れみたいなところにこう順応していってるような方、あなたの年齢自体は大人だったとしてもね、もっとこう若者がいて活気があるような職場で働きたいなと思ってるんだけど、なんか周りにいる人たちは、なんか言ったら悪いかもしれないけど、なんかおじいさんとかおばあさんとかちょっと昭和だなぁみたいな、そういう感じるところよりかは、もうちょっとこうね、フレキシブルな働き方ができたらいいのになとか、ワークライフバランスとか、そういうところをこう考えてもらえるようなとか、それこそリモートワークができるとか、なんだろう、産休育休取って、例えば時短勤務の制度があるとか、ないとか、なんかそういうような感じで、なんかもっとこうアップデートしていけるような組織とか、アップデートしながらこう働いていけるような場所とか、あなた自身がもしかしたら今の職場にそういう学びがないから、もっと新しいことに取り組ませてくれる、別に周りの人たちが老人とかじゃなくてね、なんかいつもやってるお仕事が同じだから、もっと新しいことにチャレンジできるようなこう職場に移りたいな、そういうお仕事やってみたいなとか、あと単純に言うと若い人向けの、ちょっとアドバイスでも話すんですけど、ちょっと若い人向けの、商材を扱いたいとか、若い人たちをターゲットにしたような職場、お仕事、をやってみたいっていうような気持ちももしかしたらあるかな。あとはなんかこう、さっきも人間関係の話ちらっとしたんですけど、もっとこうグループで協力をしながら働いていけるような職場、チームワークっていうのを大事にするような職場だったり仕事、こう一人で黙々とやるとか、上の人たちから指示されたことだけを一人で黙々とやるとかっていうよりかは、周りでこういろいろこうディスカッションしながら、切磋琢磨しながらする仕事、もしかしたらその組織自体はどんな組織かいろいろあるんだけど、もしかしたらあなたがいる部署とか支店とかあなただけしかいないとかね、で自分でなんかやっていくことも全然できるんだけど、もっとこういろんな人の意見とか聞きながら、揉みながら、よりこうなんだろうな、あなた自身も成長しながら、なんかやっていきたいな、人から学べることってたくさんあると思うから、そういうようなお仕事できたらいいなっていうのが思いとしてもあるかな。あとはもしかすると縁の下の力持ち的な部署とか仕事とか、業種とか業態だったら、もうちょっとこう、あなた自身にとか、その業界自体にとかにこうスポットライトが当たるようなお仕事してみたいなっていう気持ちもあったりするかもしれないですね。あとはお仕事の状況的なことで言えば、ここでなんかいろいろこう、あんまり今の職場の状況とかお仕事の状況が良くないで、いろいろどうしたらいいかわからないっていうか、いろいろ選択肢があって、今自分がどうすべきかみたいなことをちょっとこう悩んでたりとか、自分が動く次の一手ってなんだろうみたいなことを考えてらっしゃる人が多いので、お仕事に求めるっていうことよりも、ここの今の私の決断が、さっきも言ったみたいにこれからの人生すごく大きな影響を与えてくる、ターニングポイントだと思うので、ここで正しい仕事に関して、就職に関して転職に関して正しい決断をしたいっていう気持ちがすごく強かったりするかなって、思いますね。なので、今いるところから、多分あなた自身がすごく能力がある人だと思うからこそ選択肢も多いだろうし、今いる職場のなんかやばさというか、ちょっとこう状況があまり良くなさそうだなっていうのもね、あなた自身分かってそうだし、そういうあなたのなんだろうな、能力とか、先見の明的なことが活かせるような職場だったり働き方ができたらいいなっていうのがあなたの、本当の望みかなと思いますね。で、あなたの周囲の状況なんですけど、周囲の状況もさっき、この辺りでもちらっと触れてますけど、やっぱりカードとしてはエゴ。これは伝統的なタロットカードで言うと悪魔のカードになります。で、あとは、カップの7の逆位置。これはこのカードと同じになってるんですけど、やっぱりなんかちょっとブラック企業というか、なんかあんまりね、お仕事的に、組織とかその会社自体があんまり良くない、無理をさせるとか、
給料が、割に合わないとか、あとなんだろうね。その残業とかがすごくひどいとか、パワハラ、セクハラの温床になってるとか、そういう状況もあるかなっていうふうに思います。で、カップの7のカード逆位置出てきてるので、もしかするとこれ周囲の状況なので、あなたがこの会社やべえよなとか、その経営状態がやばいよなっていうだけじゃなくて、組織的にもとか、会社の方針的にもとか、働き方のマインドとしても、あんまりちょっと良くないんじゃないかなって、このまま行くと良くない方向に行くんじゃないかなって、あなたが今持っている選択肢を模索しているように、あなた以外の、一緒に働いてる方たちも、この会社ちょっとそろそろやばいから、見切りつけようかなとか、傾きかけてるから、この会社と一緒に心中っていうのはちょっと難しいかなとか、そういうふうに思ってらっしゃる方がちょっと多いかなって、いう印象は受けますね。そうね。そうね。人間関係があんまり良くないとか、あとは否定的、やっぱりモラハラパワハラ系ですよね。そういう人がいる。ちょっとここでもすごくトップダウンな感じっていうところもあったので、組織、会社の風潮がそうなのかもしれないし、部署なのかもしれないし、で、そろそろやばいなって思い出してる人。で、そこで、あなたもどうしようかな、今度は残ってもいいし、多分あなたはやばいなって思いながらも、そこまで被害がないっていうか、さっきも言ったみたいに、あなた自身に能力があったり、この職場、この会社であなたしかできない仕事があったりとかして、ここでも別に仕事はできるんだと思うけど、でもあなたとしてはもっとアップデートしたいとか、いろいろな思いがあって、ここから脱したい。気持ちが生まれてると思うんですよね。出さなければいけないパターンの人もいると思いますけど。で、どんどん他の人が自分の、去就みたいなものを決めていく中で、あなたもどうしようかなっていうところが加速してる。だからあなただけじゃないですよね。いろいろと決断を迫られてる人、もしくはもう決断をした人が周りにはいる。で、組織的にはちょっとやっぱりパワハラとか、経済状況があんまり良くないとか、そういうところは状況としてありそうかな。で、今後あなたが、望む職場、希望の職場に行きますかってところはカードとしては、ペンタクルスの2とリリースのカードが出てます。で、リリースのカードは伝統的なタロットカードで言うと死神のカードになります。死神って言うと怖いみたいな感じですけど、リセット、リニューアル、ここはリリースって出てます。解放って出てますけど、今まで辛いなとか苦しいなって思ってた過去は手放して、新しい方向に進んでいく時間帯ですよって。で、このペンタクルスの2っていうカードも変化。そしてその変化に順応できる、やりくりできるよっていうカードにはなっているので、このお仕事を変えるとか変わるとか、今あなたが希望の職場とかこういう風な働き方がしたいという理想があることに対して、大アルカナでカード出てるので、会社を辞めるとか、決断して転職活動をするとか、あなたがやりたいことも、もしかしたら起業したいという方もいるかもしれないし、そういう方もそうやって行動を起こしていくってことは、人生にとっては大きな変化だから、急にね、辞めます、はい、次の仕事します、みたいな風に軽くね、できないこともあるかなと思うし、今じゃあ、自分にとって一番最適な最良最善の職場でなんだろう、どんなお仕事なんだろう、どんな働き方なんだろうっていろいろ考えて自分のことを見つめ直すってことはとても大きな作業にはなると思うので、人生にとっては大きくね、右から左、逆やね、左から右とかね、そういう風に動くようなことは、ぐぐっとなんていうのかな、エネルギーはいるかなと思いますけど、それはできる状態にある、もう今が動き出すタイミングですよっていう風に言われているので、ここから逆にガラリと変えたいって思ってるんだったら、動くなら今ガラリと変えることができるよっていう風に言われてるので、今の状況でも入れないことはない、やれないことはない、なんかやばいなって思ってて、考え方が違うなとか、ここの場所ではちょっと頑張っていけないなっていう方は、それぞれの道を選択したりしてる。でもあなたはここでも多分できるし、それ以外の場所でもできるし、どうしようかなって。できるからこその悩みっていうかね、絶対ここマジ無理やわ、みたいな風に思ったりとか、あんまりこれ良くない経済状況の会社で、この会社を頑張って立て直そう、みたいな風に思えば、あなたはもしかしたらできるのかもしれない。塔のカード逆位置で出てるので、あなただったら、今のやばい状況っていうのを変えられるかもしれない。でもあなたがこの職場を変えていくぞっていうのを、そこまでして、あなたが捧
ける、あなたの人生を捧げる職場なのか仕事なのかっていうと、どうなんだろうっていうふうに悩んでる方がいらっしゃると思うんですけど、この職場でこの職場変えていくぞっていうのはまたエネルギーがいることなんだけど、それもできるし、もうじゃあゼロで、今の職場を離れて新しい環境で0から1から始めますっていうのもそれもできるしっていうのも出てるので、と今あなたがねどっちにしようかな、どっちがいいかな、心の中では上と微妙にあったりすると思うんですけど、こっちかなって思ってる方でいいと思います。できるし、逆を選んでも多分うまくいくとは思うんですけど、ただ今ちょっとやめたいなとかどうしようかなとか、自分の理想ってこれだよねっていうところがあって、それが叶えられるのが他の場所にあるんだって今あなたが思ってる、それが希望の職場って今あなたの中で浮かんでるものがあるんだったら、その方向に行って全然うまくいきますよ。今とは全然違う180度違うあなたに生まれ変われるし、そしてそこで活躍できるあなたっていうのは存在するから大丈夫だよ、頑張ってねっていうのは言われてるかなと思います。はい。では最後にアドバイスですね。あなたはおそらく希望の職場に行くことはできる。多分エネルギーはかかるし、それなりの馬力はいるのかなとは思いますけど、大きな人生のターニングポイントとしていい方向に進んでいくことはできそう。じゃあさらにそれをね加速させるためのアドバイスはこちらの2枚のカードから出しています。でこちらがチルドレン、子供っていうカードと、カムフラージュっていうカードが出てます。でさっきもちらっと若い人と仕事したいみたいな話しましたけど、チルドレンのカードが出てるので、その若い人向けとか、若い人と一緒に作る職場とか、今いる職場がさっきも言ったみたいにすごい昭和感の強いとか、社歴の長い人たちばかりで構成されている会社っていうところだったら、逆にベンチャー企業みたいな若い人たちのスタートアップの企業とかに入ってみるとか、そういうのでも全然いいですし、さっきも言ったみたいに、若い人向けの商材であるとか、若い人をターゲットにしたようなサービスに、それをテーマとしたお仕事にしてみる、転職をしてみるとか、そういうものをアイディアとして掲げてみるとか、多分全然いいかなと思います。でもし、あなた自身にお子さんがいたりするんだったら、そのお子さんと一緒に幸せになれるっていうのを目標にしてほしいなってところもあるので、例えばその先ほども言ったワークライフバランスじゃないけど、子供の意見を聞いてみる、お父さんお母さん家で仕事した方が嬉しいかなとか、どういう風な仕事で働き方だったら子供がと一緒の時間が過ごせるかな、子供にとってもあなたにとっても幸せかなとか、そういうのをちょっと考えてみる。今がすごく忙しくってお子さんとね遊ぶ時間もないみたいな感じだったら、もうちょっとお子さんと過ごす時間が取れるような働き方だったり、そういう働き方ができる職場に移ってみるとか、そういうのを基準にしてみてもいいかなと思います。あとは、子供とか特にいないんですとか、若い人ターゲットって言ってもピンとこないなっていう方は、あなたが子供の頃に思い描いてた夢とか、こんなお仕事したいなとか、そういうのをもう一回考えてみるっていうのもありかなと思いますね。その幼い頃に描いてた夢とか、実はその別にその時子供の時にパッと思い浮かんだからって言って具体的にそれに対して学ぶとか仕事として考えるみたいなことは大人になってからしてなかったんだけど、例えば幼稚園生の時にお花屋さんになりたいとか、ケーキ屋さんになりたいとかね、警察官になりたいとかわかんないけど、そういろいろ夢を掲げるみたいな時にみたいなこと、それをちょっと思い出してもらって、どうしたらそこにじゃあ携われるかなって、ストレートにケーキ屋さんになったりお花屋さんになったり、それを目指してもらってもいいですし、そこに関わり合えるようなサービス、ってなんだろうとかっていう風な感じの観点で、新しい職場を探すとか、今のいる組織、これが、会社全体がやばいんじゃなくて、今いるあなたの部署がやばいとかだったら、別の部署でそういうチャレンジできないかなとかね、そこ模索してみるっていうのもありかなと思いますね。で、あとはカムフラージュってカード出てるので、ここでもちょっとやばい人がいる、パワハラ、モラハラ、組織なのか個人なのか、ちょっとここで似たような感じ、ワンマンなパワハラ、モラハラ上司みたいな感じの人がいる雰囲気もあるし、周りの人ともちょっと考え違うなっていう人は離れようとしてるとか、そういうところがあったりするんでしょうけど、であなた自身もそういう考え、今の職場から離れようかなとか、自分の希望の職場に行くためにどうしたらいいかなって、どう動こうかなとかいろいろ考えてるっていうことをあんまり人に悟られない方がいいですよっていうふうには言われてるんですよね。自分の心の中でとか、それこそ家族会議みたいな感じで相談するっていうのは全然ありだと思うんですけど、この上司なのか、変な人がいるのかわかんないですけど、そういう人とか、もしかしたら仲間とか味方だと思ってる人たちにも、あえて言う必要はないのかも
しれない。あなたの中で、目処が立ってもやめますとか、もうこうしますってことが決まって、いよいよちゃんと言わないといけないっていう時までは、ちょっと、本心を悟られないようにするとか、もしかしたら、さっきも言ったみたいに、あなた仕事ができたり、あなた自身に人望があったり、あなたが他の人にはないスキルを持っていたりとかして、あなたが例えば抜けるとかって、もしそれが周りに分かっちゃうと、ガタガタガタってこう組織が本当に今やめようって言ってますみたいな人以外も、なんとかさんがいなくなるんだったらもう僕も私も無理ですみたいな風な人が増えちゃって、ちょっと混乱しちゃったりとかして、あなた自身が逆にこうやめづらいとか、次のスタート切りづらいとか、そういう風になっちゃう可能性があるのかなってちょっと思ったりするので、あなた自身にこう狙ってる場所、ポストとか、今後のビジョン、プランみたいなものがあったとしても、ちょっとある程度固まるまでは、とか、本当に報告しなくちゃいけないタイミング、最初のタイミングまでは、あんまり言わない方がいい。悟られない方がいいかな。騙す必要はないんだけど、ちょっと、誰にでもこうオープンに、それを、あなたの意思とか希望、目標みたいなものを口にするとか、大っぴらにする大っぴらにする合ってるかなっていうのは、避けた方がいいかなは出てますね。ちょっとこう慎重に、動いた方がいいかもしれないですね。はい。はい、以上で、一番初めの選択肢、金星を選んだ方の、希望の職場に行けますかについてリーディングしていきました。参考にしていただけたら嬉しいです。頑張ってくださいね。応援しています。はい、それでは、2番目の選択肢、魚座を選んだ方の希望の職場に行けますかについてリーディングしていきたいと思います。今回はタロットカードとオラクルカードを使って今のあなたの現状、そしてあなたがお仕事に本当に求めていること、そしてあなたの周囲の状況と今後ですね、プラスしてオラクルカードで、アドバイスまでもらっていきたいと思います。ではカードシャッフルから始めます。はい、カードで揃いましたのでオープンしていきます。はい、カード並べ終わりましたので、2番目の選択肢、魚座を選んだ方の希望の職場に行けますかについてリーディングしていきたいと思います。今回はタロットカードとオラクルカードを使ってあなたのお仕事の現状を、あなたがお仕事に対して本当に求めていることで、周囲の状況とあなたの今後ですね、この今後のところであなたが希望の職場に行けるかどうかっていうところをね、お伝えできればと思います。で、こちらの2枚のカードがあなたへのアドバイスです。で、今回は希望の職場に行けますかっていうところで、ご覧いただいている方の状況っていうのは様々かなと思います。働きながら希望の職場、転職先だったり独立だったりそういうものを目指す方もいらっしゃるだろうし、今いる職場の環境とかにこう不満があって転職した方がいいかな、転職したらもっといいところ行けるかなって思ってる方とか、あとは転職まではないけど、今の会社組織の中でもっとあなたがね、自分自身が輝けるポジションに行けそうかなとか、お仕事は今やってなくて休職中とか仕事を求める就職活動中とか休職活動中とか、そういう方で、理想の職場、希望の職場、就職先見つかるかなとかね、いろんな方がいらっしゃるかなと思いますけど、一応状況を出してたりするので、そのあたりで、一番伝わってくるメッセージをお伝えするので、そこで当てはまるなとかピンとくるなってことがあれば、見ていただいてもいいですし、当てはまらないなって時は別の選択肢見てもらったりとか、あとはご自身に当てはまるワードとか、をこうチョイスしながら聞いてもらえると動画楽しめるかなと思いますので、よければご参考ください。はい、というわけで、リーディングしていきたいと思います。で、カードをざっと見た感じ、そこまでね、今現状に不満があるって感じでもないんだけど、これからもっとこう自分が輝いていくためにはっていう感じで、この動画たどり着いてくださった方がね、この2番目の選択肢は多いかなっていう印象を受けてます。あなたの現状。
が、クイーンオブオータムとカップの3のカードが正位置で出てきてますね。なので、お仕事働いてる方も、働いてない方も、結構今現状は楽しく過ごしていらっしゃるかなと思いますね。働いてない方は、なんか専業主婦って感じがするので、今の生活とか、もしかしたらパートで働いてて、別の、正社員とか、もっと別な雇用形態でとか、そういうのいろいろあるかもしれないし。だとしても、割と充実してるんじゃないかなと思います。で、お仕事をしてる方、働いてらっしゃる方とかの場合は、人間関係もいいし、あなた自身の、仕事ぶりをちゃんと周りの方たちも評価してるし、ちょっと後でちょっと話すんですけど、もしかしたら、すごく、あなたはリーダー的っていうか、周りの方たちからすごく頼られたりとか、特に若い人とか後輩とか、そういう人たちに指導をしたり、悩み聞いたりとか、その仕事までなくても、ちょっと軽い悩み聞いたりとか、指導までなくても、こうやってやったらいいんじゃないって軽くね、アドバイスするとか、それを大きく仕事って捉えるかどうかっていうと、そうでもないかもしれないけど、そういうのが結構ちりつもな感じで、それがすごくあなたが今いる組織とか、今一緒に働いてる方たちとか、そういう人たちにすごくいい影響を与えてる感じっていうのはあるんですよね。誤解を恐れずに言うなら、その職場のお母ちゃん的ポジションっていうか、あなたが男性でもね、女性であっても、若かったりしても、別にお母ちゃんじゃないですって感じだとしても、あなたがいることで、回る仕事があるとか、仕事って名前がついてることじゃなくても、あなたがいることで、あなたの気遣いで、うまく回る人間関係だったり、物事、あなたの気づきがすごく他の人たちが働くってことに対して、ポジティブな影響を与えてるとか、そういうところはあると思うんですよね。で、それをあなたはやりがいっていうかね、そういうのも楽しくできてるし、それを私ばっかり負担かけられてるみたいな風には思ってないと思うんだけど、チーム、周りも感謝はしてるけど、もしかしたら名もなき仕事みたいなものを結構やってる部分はあるかな。でもそれはちゃんと周りの人は感謝してるっていう感じは、あるかな。で、お仕事今やってないよって方は、さっきも言ったみたいに専業主婦みたいな感じがするので、専業主婦っていうか、そこまでゴリゴリ働かなくてもいい。もしかしたら一旦今まで働いてたお仕事辞めて、ちょっと今、自分の時間にしてて、そろそろ働けたそうかなっていう感じだけど、その今までのもしかしたら貯金とか蓄えとかね、いろいろ手当とかもあって、今すぐにどうにかしないといけないみたいな、カツカツですみたいな感じでは、ないかなっては思いますね。いい時間過ごせてるって感じが、働いてる方も、そうじゃない方も、あるかなと思います。で、あなたがお仕事に本当に求めてることっていうのは、フォーブスプリングのカードとワンドの2のカード逆位置で出てて、この2枚のカード若干相反するんですよね。ちょっとこの状態も、すごくいい状況なんだけど、希望の職場に行けますかっていう動画を見てくださってるぐらいだから、やっぱり今の現状でいい気もする。だけど、もっといいことがもっとポジティブな変化できるんじゃないかって、人間ってね、そういうものだから、現状に満足することなくっていう感じなのかなっていうところもあるんです。これちょっと結構相反してる感じがあって、一個は、すごくゆっくり、ストレスのない環境で、お仕事だったり、家庭生活だったり、ワークライフバランスと整った感じでお仕事やっていきたいっていうところと、あとは、逆に、ヒリヒリするプレッシャーみたいなものをちょっと感じてみたいとか、だからもしかすると、もっと責任ある仕事を任されたい。今ここは、すごく周りのみんなの頼れるお母ちゃんとか、お姉さんとか、男の人であってもね、お姉さん、お兄さんみたいな、お父ちゃんっていうとちょっと違う感じがするんで、みんな守ってあげるとか、温かく包んでくれるみたいな感じのイメージがあるんだけど、それは、さっきも言ったみたいに名もなき仕事って感じがして、別にあなたがリーダーだからとか、課長だから部長だから、役職があるから、そういう役割があるからそれをしてるってわけじゃ多分ないんだと思うんですよね。で、それは別にみんなが無理やりさせてるわけでもないし、なんだけど、じゃあ、本当にみんなのことをまとめていくとか、そのチーム組織の士気を上げて、結果を出していくみたいなことを求めたい
あなたもいる、せっかく周りのみんながついてきてくれてる感覚もあるし、頼られて嬉しい自分もいるし、この頼られて嬉しいっていう感覚をもっとこうお仕事として、取り組んでみるっていうのもいいんじゃないかなって思うあなたもいたり、だけどやっぱりこう穏やかにあんまりストレスを感じないような状況で働きたい、生活したい、生きていきたいという気持ちもあるし、その中で若干葛藤があるっていう感じかなと思うんですよね。例えば今パートさんとか契約社員とか、ちょっとこう正社員でバリバリとか出世のコースみたいなところでは乗らずに、あなたのペースで働いてるみたいなところがあるんだったら、そういうもっとこう自分をこの組織内にアピールするような立場でお仕事してみるっていうのもいいのかなって、こう今いる職場も楽しいし、やりがいもあるし、周りの人たちともいい関係築けてるから、もう一個責任が乗っかっても私できるのかなみたいなね、気持ちがあったり、もしかすると今会社員として働いてるけど、自分の名前でとかフリーランスでとか、そういう風に仕事していきたいなって、そういう一個責任が乗っかるのもいいかなって。でも今すごくいい環境で働けているし、平和とか安定とか、心地よい人間関係の中でお仕事するとか、そういうのがあなたの心情でもあるから、わざわざこうプレッシャーのかかるようなことするのってどうなんだろうみたいな、そういうところもあるかな。でもさっきも言ったみたいに名もなき仕事みたいな、役職はないけどなんかいろいろあなたが頼られてる、任されてるみたいな部分があるって言ってから、それにこう名前をつけてみるのもいいのかなとか、そういう思いがあるっていうのが今あなたが本当に求めてること。だから自分の中でも、ご覧いただいてる方ご自身の中でも、その矛盾するというか、穏やかにこのままでっていう気持ちもあれば、でもここのね、今せっかくやりがいを感じてる部分にこう名前つけてみるっていうのもなんか素敵な気もするしって、ちょっと悩んでたりとかするから、この動画たどり着いてくださったかなって感じがします。で、あなたの周囲の状況なんですけど、ここまであんまり悪い感じはないんだけど、ここもあるのかなっていうのが一つで、カードとしてはセブンオブオータムのカードと、ペンタクルスの9のカード逆位置で出てますね。なのでそうですね。基本的にはあなたの周りの取り巻く環境って悪くないと思うんですね。お仕事の状況とかって悪くないんだけど、お仕事されてる方、働いてらっしゃる方ってことであれば、なんかこうみんな周りの方もすごくコツコツお仕事される方、真面目にお仕事される方っていう方がこう多いし、そういう方たちの成長を見守ってきた部分もあるし、だからこそ頼られる、尊敬されるあなただからこそ、この今ある組織でちょっとレイヤーを変えて働いてみようっていうのもありだし、今この部署すごく安定してて仲良く楽しいんだけど、次のステップ、だんだん例えばあなたがパートさんで、新卒で入ってきた若手の社員の方とかと一緒にこう、教えられたりしながら、この若手の社員の人たちが成長してって、でこの人たちが例えば別の部署に移動するとか、あなたのいる部署での研修なのか修行なのか、そういうものを終えてまたこうね、新しいステップに進んでいくみたいなものを見た時に、この子たちの成長を見届けたし、私も自分次のステップって考えてみてもいいのかなみたいな、こう節目、周りの方たちもそういう節目に来てるから、あなたも自分自身のキャリアってどうだろうってこう考える、部分もあるかなっていうふうに思うし、あとは周りの人たちがすごくコツコツ努力するタイプの人がいる中に、もしかしたらちょっとおつぼね的な人なのか、あんまり真面目な風潮、すごく人間関係も悪くはないと思うんですけど、その悪くない素敵な人間関係の中にちょっと変わった人がいて、そのちょっと変わった人のことが心配とか、だからもうちょっと対等な立場とか、さっきも言ったみたいにパートさんと社員さんとかだったら、言えることも、あなたがいくら頼られてたり、みんなのこうお母さん的ポジション、だとはいえ、指導するのもまた違うかなって、遠慮とかもあなたもあると思うし、でも一つレイヤーが上がったり、権限を持てるようになれば、ちょっと違うかなっていうふうにしてる人に対して、もっとこういうふうにした方がいいんじゃないですかとか、ここのルールはこうですよってもうちょっとはっきり言えたりするかな、それもいいのかなとか、そういうところももしかしたらあるのかも。だから自分の職権っていうか、
権限みたいなものをちょっと変えてみたいとか、自分の立場を変えてみたいとか、そういう気持ちになったりするのかなと。で、もしあなたが専業主婦みたいな感じで今働いてないよって感じだったら、なんかそれがちょっと申し訳ないなとか、家族に対して申し訳ないなとか、それこそ子育てとかが終わって、みんなそれぞれのステップに進んでいくっていう中で、お母さん業を、一段落ついたから、私も次のステップ行こうかな。お父さん業が少し落ち着いたから、もっとこう自由に、今までは家族とかと時間取れるような働き方してきたんだけど、もうね、お子さんたちもそれぞれのステップに進んでいって、例えば部活とかがゴリゴリやるので家にいる時間が少なくなったら、お父さんである僕、お母さんである私ももうちょっと自分の時間をどう過ごすか考える。で、その中にお仕事どういうふうにやってみるかを考えるっていう人もいるかなと思います。なんかもっとこう、ただ自分がこの環境に甘えるっていうだけじゃなくて、別にね、あなたのことを甘えてるって思ってる人は家族であれ、会社の人たちであれ、その人はいないと思うんですけど、そういう風な立場になるのはちょっと嫌だなとか、なんかこう誰かに頼って、仕事するとか、パートさんとか契約社員さんとかだったら、正社員の方とか先輩社員の方、上司の方に頼ってお仕事するっていうポジションじゃなくて、自分が十分頼られてるんですけど、もっとこう名前を付けた形で頼られる、なんかそういう風になってみるのもいいのかなってこう思えるような状況環境なのかなって、思いますね。なんかちょっとこうあなた自身のことだけじゃなくて、こう周りの人たちの状況、環境、成長っていうのが変わってきてるから、あなた自身もずっと同じ働き方じゃなくてもいいのかもとか、自分の今やってるお仕事に名前を付けてみてもいいのかもとか、そういうふうに思われてる方が多いかなと思います。はい。で、あなたの今後ですね、希望の職場に行けますかってところですけど、ここは、3 of Spring のカードと、戦車のカードは正位置で出てますので、希望の職場に行けますかっていう質問に関しては行けますっていう結論が出てますね。戦車のカード出てるので、今はまさに前進する時とか、目標をこう定めたらそれを達成できますよっていうふうに出てるので、今どうしようかな、どういう働き方がいいかなとかいろいろ悩まれたりとか、思案していたりとかあると思うんですけど、ちゃんとそこでただ悩むだけじゃなくて、ちゃんと結論をつけていくことが大切かなと思いますね。で、その設定した目標が明確であれば明確であるほど、あなたがワクワクドキドキできるようなお仕事、新しい世界に連れてっていけるようなお仕事っていうのはちゃんと巡ってくるし、そういう方向に進んでいけます。新しい仲間もできるし、こういう世界があるんだっていうふうにこう思えるような発見、チャレンジ、やっぱり、こう今やってるお仕事に名前をつけてみるとか、今ね、ご家族と共に過ごす時間が長くって、お仕事をそこまでバリバリやってるわけじゃないんですよって方だったら、ちょっとバリバリする方向にシフトチェンジしてみると、私ってこんなに才能あったんだとか、こんなこともできるんだって新しいあなたを知れる。そしてその方向に結構スムーズにスピード感を持って到達できる。きっと今まであなたが培って来られたものの素地があるからだと思うんですけど、すごい人間関係も良好だし、頼られてるし、で、その余裕の中で一個ね、チャレンジするっていうことだから、すごくいい方向に進んでいけるタイミングでこれでお話できてるんじゃないかなって思いますね。やりたいって思うことはどんどんチャレンジしていってほしいし、チャレンジしたいことがどんどん増えていくっていう感覚もあるかな。だからこれからどんどんね、あなたのお仕事生活、お仕事人生っていうのは、広がりしかないっていう感じかなと思います。なので、ぜひぜひね、希望の職場に行くことはできるので、希望がどんなものかっていうのをね、明確にしていってほしいなと思います。っていう私の思いを伝えた後でアドバイスもお伝えするんですけどはい、アドバイスは、Be Yourself っていうカードと、おしきせっていうカードが出てます。で、これなんか若干相反する感じもするんですけど、ありのままのあなたでいいよ、あなたのやり方を貫いてねっていうことが一つと、あとは、他人の期待に応えてみるっていうのが、あなたが希望の職場に行くためのアドバイスですよ。で、そのありのままでの自分でいるってことと他人の期待に応えるってことはなんか
ずれてるっていうか相反する感じがするかなって一見すると思うんだけど、ありのままのあなたでいるあなたのやり方をそのままなんだ続けていく、それをあなたのお仕事のスタイルにするっていうのは多分ここら辺で言われてることかなと。あなたがリラックスして、落ち着いて平和な気持ちで楽しく、ストレスなくお仕事できるっていうマインドを大切にしていただいて全然大丈夫。その仕事するとかバリバリ働くとかパートから正社員になるイコールストレスがありますってことではない。っていうふうに思ってもらっていいから、それはストレスがあることもあるかもしれないけど、だからそういうふうに思わなくていい。全然大丈夫。あなたのやり方、あなたのスタイルでお仕事をするっていうことが叶えられるから、その今までの、周りの人たちの、相談に乗ってあげたり、ちょっとね、社会人の先輩としてとか、その職場での先輩として、こうした方がいいよとか、私はこういう風にしてるよ、みたいなアドバイスがすごくみんなの役に立ってる。すごくみんなの、問題を解決してきてるみたいなことをすごく言ってきてくれてるんですよね。だからそういうそのあなたの仕事のやり方、スタイル、みんなの話を聞いて、それに対して答えてあげるとか、困ってる人がいたらそれを助けてあげるとか、そのマインドとかやり方っていうのはガラって変える必要はない。たとえあなたのお仕事に名前がついたり、あなたの肩書きが変わったりしたとしても、今までのあなたのやり方とかスタイル、スタンス、向き合い方っていうのは全然変える必要がない。ありのままのあなたで言ってください。あなたのやり方、あなたの仕事ぶりっていうのをそのまま仕事にしていい。あなたっていう仕事。なんとか会社の、なんとかチームのリーダーかもしれないけど、それはあなたのこと。っていうお仕事のやり方っていいかなっていうふうに思うし、そのお仕事のジャンルとか、いろいろ悩むことがあるんだとすれば、周りの人の期待に応える。だから、これやってくださいって、もしかしたら言われてるかもしれないですよね。この子でお仕事やってみないとか、すごく頑張ってみんなから頼られて、すごくね、すごい頼られてるんですよ。で、仕事ぶりも認められてるし、認められてるとはいいね、いいね、だけじゃなくて、やっぱ認められると、もしね、今契約社員とかパートとか、正社員ではない形で働いてる方だったり、例えば派遣とかね、で働いてるんだったとすれば、ぜひ正社員になってよって言われた時に、どうかな、できるかな、正社員で大丈夫かなって悩んでるんだったら、その期待に応えて正社員になってもらったらいいと思うし、逆にその、会社っていう組織じゃなくて、あなたがやってる個人での取り組みとか、頑張ってらっしゃることっていうのがあって、よかったらうちであなたが作ってる作品お店に置いてもらえませんかって、そうすると今まで趣味暇な時に作るだったのがちょっと作る制作活動をする時間とか、それをお仕事にして取り組む時間っていうのが増えるの大丈夫かな、責任ある仕事ストレスなんないかなとかって思うかもしれないけど、でその期待に応えてみる。でもやり方自体はあなたのやり方で全然大丈夫っていうふうに言われてるから、その与えられたチャンスとか、あなたにこれをやってほしいんですよっていうふうに言われてることに応える。でもそれはあなたのやり方で応える。っていうのを意識してみれば、ここの結構ね、いいスピード感というか、思ったより早く、あなたが思ってる希望の職場、希望の働き方っていうものに到達することできるし、そこからどんどんあなたの世界は広がっていくし、新しいチャンス、チャレンジ、人間関係、どんどん広がっていくから、ぜひぜひチャレンジしてほしいなって思います。すごく素敵な人なんだろうなって思いました。会ってみたいなって思いますね。この2番目の選択肢をね、選んだ方はね。はい。はい。以上で、2番目の選択肢、魚座を選んだ方の希望の職場に行けますかについてリーディングしていきました。参考にしていただけたら嬉しいです。頑張ってくださいね。応援しています。はい。それでは、3番目の選択肢、カイロンを選んだ方の希望の職場に行けますかについてリーディングしていきたいと思います。今回はタロットカードとオラクルカードを使って、あなたの、現状とあなたがお仕事に対して本当に求めていること、そしてお仕事の周囲の状況であなたの今後ですね、あなたへのアドバイスまでカード出していきたいと思います。ではカードシャッフルから始めます。は
はい、カードで揃いましたのでオープンしていきます。はい、カード並べ終わりましたので、3番目の選択肢、カイロンを選んだ方の希望の職場に行けますかについてリーディングしていきたいと思います。今回はタロットカードとオラクルカードを使って、あなたの現状、あなたがお仕事に本当に求めていることで、周囲の状況で、あなたの今後ですね、このあたりで、あなたが今後希望の職場に行けるのかどうかっていうのを出していきたいと思います。で、こちらの2枚のカードがアドバイスです。で、今回は希望の職場に行けますかっていうところをテーマにしているので、今のあなたの状況は、例えばお仕事していて転職先を探してるよって方もいれば、学生さんとかで、就職活動中だよって方もいらっしゃるだろうし、お仕事を辞めたりお休みをしたりして、別の職場にお休みをしたり辞めたりして、再就職先を探しているとか、今までの職場に戻れるかなとか、今働いてるところで今いる部署よりも別の部署移動できるかなとか、いろんなね、状況をいろんな状況で希望の職場を思い描いている方がいらっしゃるかなと思います。で、今回は一応現状を出しているので、現状のところを聞いてもらって、あなたに当てはまるなって思ったらそのまま見てもらってもいいし、ちょっとピンとこないな、違うなって思われたら別の、選択肢だったり、別の動画見てもらうもよしですし、あとはあなた自身に当てはまるな、ピンとくるな、これちょっと気になるなっていうワードをね、受け取っていくっていう形でも動画楽しめるのかなと思いますので、ご自身に合ったね、やり方で動画楽しんでいただければなと思います。で、そうですね、希望の職場に行けますかっていう質問に対しては、行けると思います。で、今回の現状ってところは、学生さんとかが多いのかなみたいな感じはします。学生さん学生さんだけじゃないと思うんですけど、ちょっとね、学ぶ立場の人みたいな感じのカード出てたりとか、ちょっと卒業みたいな感じもしたりするので、卒業後、チャレンジしたいって思ってる職場に行けるかなとか、チャレンジしたいっていう分野業界に行けるかなとか、自分のチャレンジが、成功するかなみたいな風に思ってらっしゃる方が多いかな。その別に学生さんとかじゃなかったとしても、そうね、職場が変わるとか、あなたのお仕事におけるフェーズが変わるっていうのはもう決まってるって感じを受けました。はい。では、詳しくリーディングしていきます。で、あなたの現状がですね、エイト・オブ・オータムのカードと、ソードのナイトが正位置で出てます。で、このエイト・オブ・オータムのカードが、結構教育とか、学習とか、指導を受けてる立場みたいな、そういう感じのカードだったので、さっきね、学生さんかなみたいな話したんですけど、社会人の方であっても、誰かに指導を受ける立場とか、新入社員の方とか、社歴が浅いとか、年齢はね、重ねて、いろんな経験を重ねているけど、今の職場では、まだ、いろいろ教えてもらうことが多いとか、そういう立場かなっていうふうに思ったりします。で、そうやって教えてもらう立場の中ではあるんだけど、もっとこういう風にしたら良くなりそうとか、逆に今はこのことを学んでる、このことに対してお仕事してて、そこでキャリアを積み重ねて始めた時ではあるんだけど、ちょっと別のことに興味出ちゃったとか、同じ職場、その職場であったとしても、このやり方じゃなくて、もっとこういうやり方の方がうまくいくんじゃないかなって。そういうふうに思ったりする。今まだ教えられる立場とか、全てを知ってるとか、すごく経験が、十分かっていうと、あなた自身も、まだまだわからないところはあるけど、こうなんじゃないかなとか、まだまだ知らないことがあるっていうのは分かってるけど、でも今までの学び
で分かってきたこともある。だからもっとこういう風にするといいんじゃないかなってアイディアがすごく浮かんでるっていう感じがするんですよね。だからそれが叶えられる希望の職場部署に行けるかなって思ってらっしゃる方がいたり、学生さんの方であれば学生さんで、就活をしてるとか、仕事について考えていろいろ検討をしたり準備したりしてる中で、学生っていう立場ではあるんだけど、なんかもっとこういう風にしたらいいのにとか、もっとこういうことできないかな、だから起業しようとか、もうすでに入社する会社とか、あなたが携わるようなお仕事のビジョンが結構具体的に定まっていて、でこういうことすればいいんじゃないかなと、ああいうことすればいいんじゃないかなとか、そういうことがいろいろと思い浮かんで、それをもう行動に移そうとしているアイディアを自分でまとめているとか、なんかそういう感じがすごくするなと思いますね。だからあなた自身もその希望の職場に行きますかっていうことに対しては、まだまだ経験が浅いのにとか、学ぶ立場であるけれどもとか、そういうところがあるから、この自分のアイディアとか自分がやりたいって思ってる熱量とか、そういうものが通用するのかなみたいな意味でこの動画にたどり着いてくださった方が多いかなと思いますね。別に若くなくても、その組織とかその部署とかその会社とかではまだまだ学んでる立場なんだけど、転職をして今研修とか受けてるのかもしれない、そういうところで、でもこの会社で私が今まで積み重ねてきた経験はこの部署で生きると思ってるから、その部署でそういう仕事ができるかなみたいな風に思ってらっしゃる方でも、今研修とかお仕事のいろいろその会社でのルールとかを学んでる中ではあるんだけど、こういうアイデア出せそうだなとかね、いろいろ次の動きみたいなものがすごく視野に入ってる方が多いなと思います。ちょっと焦ってるじゃないな、前のめりな感じはあるけど、別にネガティブな感じじゃないし、そうやってやる気があるのはすごくいいことかなと思いますけどね。あなた自身の中でもしかしたらまだ学ぶ立場なのに拙速かなとかね、そういうところはあるかもしれないけどね。はい。で、あなたがお仕事に本当に求めていることっていうのはこちらの2枚のカードで出しています。で、カードとしてはエゴのカードと、ソードの6が正位置で出ます。で、エゴのカードは、伝統的なタロットカードで言うと悪魔のカードにはなるんですけど、ここで言うエゴっていうのは、もっと自分らしさを出すとか、自分の色を出すとか、それによってあなた自身もだし、その仕事全体がとか、あなたが勤めてる企業がとか、部署が組織がより良い方向に進んでいく、そのための一助になるっていうことが、あなたにとっての仕事かなと思います。その会社のためになるとか、組織のためになるとか、利益を出すっていうことも大切だし、であなた自身の、自己実現がお仕事を通して叶うとか、何かを犠牲にして何かを成し遂げるとか、そういうことじゃなくても、あなた自身がやりたいことであるとか、あなた自身が必要であると感じているとか、あなた自身が成長できるとか、であなた自身の評価が高まって生活が潤うとか、そういうのも十分大事で、それを手に入れていくことに対しても貪欲でありたいし、であなた自身がよりいい方向にステップアップしていくこと、例えば仕事とか、職場の中での立場が良くなっていくってこともそうだし、その職場とか仕事っていうところのコミュニティだけじゃなくて、社会全体とか人生全体で見た時に、あなたが仕事に取り組むことによってどんどんあなたの生活の質が上がるとか、クオリティが上がるとか、仕事でも自己実現をして満足感を得るし、その満足感があなたの生活、ひいては人生の満足感につながっていく。でそれはあなた自身の思いとか、あなた自身の、いわば欲みたいなものを大切にはするんだけど、だからって言って誰かのことを押しのけるとかないがしろにするとか、そういうことじゃなくて、あなた自身も夢を叶えるし、周りの人も夢を叶えるし、みんなが良くなっていけばいいじゃんみたいなところが、お仕事に対するあなたのマインドというか、あなたの求めていること、だからこそ今学ぶ立場であるから、何も言わないとか受け身でいるとか、そういうのはやっぱりあなたとしては違うんだろうなと
思いますね。例えば学ぶ立場であったとしても、もっとこういうことができるじゃんとか、もうこういうふうにさ、もっとみんなが良くなるし、これ私やりたいしみたいな、そういうふうにこう物事を捉えてやっていけるかなと思いますね。まあなんか、チャレンジすることに対してなんか恐れとか不安とかは、あんまり感じないタイプかな。心配性ではないタイプかなって思ったりしますね。なのでそういうチャレンジが、できる環境とか、常に自分は向上してるんだっていうことを感じられる職場とか、そういうところに行けたらいいな、そういうふうに働けたらいいなと思ってる方が多いかなと思います。で、あなたの周囲の状況なんですけど、ここもね、さっき学生さんですかねみたいな話したんですけど、状況としては、テンオブウィンターのカードと、カップの6のカード逆位置で出てます。なので、テンオブウィンターって、伝統的なカードで言うと、ソードの10で、すごい、人にぐさぐさ剣が刺さってるカードだったりするので、なんかすごい痛みがあるとか苦しい状況とかも表したりするんですけど、このフェアリーのタロットカードで言うと、辛い時間は終わって、次のステップ、次の新しい道が開けてるんですよみたいなカードだったりするので、何かが終わって卒業する、っていうタイミングだったりするかなっていうふうにも思いますし、なので学生さんっていう可能性もあるし、新しいお仕事、転職したとか、そういう方であればとか、新しい部署で一から新しいこと学んでるとかであれば、その学びの時間は終わって、次の状況にこう進んでいくっていう感じもあるのかで、それがあなただけじゃなくて、なんかみんなっていうか何人か一緒に入社してみんなで研修を受けて次のステップに進んでいくっていう環境っていうのも一つとしてはあるかなと思います。それか今の段階よりも前、研修してるとか学んでるとかそういうところが出ているカードだったりするので、もしかすると、この今リーディングしていただくじゃない、リーディング見ていただいてるタイミングよりもちょっと前のタイミングが辛いことがあって、今もうそれが終わりに差し掛かってるよっていう状況って出てるので、もしかしたらここの学びになる前にその一つ、例えば勤めてた、職場がなくなっちゃってとか、契約が終わっちゃってとか、でどうしようかなって思いながら新しいことを学んでいて、でそれをお仕事にしようかなとしてるとか、その急に退職を迫られて退職することになっちゃって、その時はどうしようかなって思ったんだけど、転職先が決まって、そこでいろいろ学んでる段階で、そこでどんどん新しいことチャレンジしていきたいなとか、アイデアがどんどん湧いてるよみたいな現状っていう風にも取れるかなと思いますね。いずれにしても何か一つのフェーズが終わって次の段階に進んでいくっていうところが、その周囲も含めて状況として出てきているので、みんながそうっていう風に言われてるから、そうね、テンオブウィンター、さっきも言ったみたいにソードの10みたいな感じで読むと、なんだろうね、辛い下積みが終わって、じゃあ次どうする？例えばなんだろうね、今パッと浮かんだのは、例えば警察学校とか自衛隊とか、その就職はして働いてる立場なんだけど、まだ学んでるというか、訓練を受けてる段階みたいな。でそれは辛いよねみたいな、辛いっていうか苦しいよねみたいな。で学んでる立場でも、それがもうすぐ終わるってことは分かってて、で配属先がもうすぐ決まる。でそれで希望の配属先に行けますかねみたいな感じで見てる人もいるかもしれない。だから周りの人たちも同じ状況で、みんな辛いと訓練が終わって、で周りの人たちも、自分のそれぞれの未来に向かって、自分たちの成長も感じてるし、それを活かせる、部署なり、職場なりに行けたらいいなって思ってる人たちが周りにたくさんいるっていう風にも取れるかなと思います。なんかすごく明るい感じがする、あなただけじゃなくてね。で、最終的に今後あなたが、希望の職場に行けますかっていうところに関しては、なんだっけ、
節制のカードとスリーオブウィンターのカードが正位置で出てきてますので、冒頭でも言ったみたいにあなたは理想の職場に行くことができると思います。今何か問題に感じていること、さっきも言ったみたいにまだ学ぶ立場であるとか、若干未熟さがあるとか、自分でも思ってるのかな、誰かに指導を受けているとかね、そういうところがあると思うので、だけどそれを飛び越えて自分のやりたいことがあるとか、自分の叶えたい思いがあるとか、そういうところはちゃんとうまく立ち回れるし、あなたが今問題だ、多分これはこういうふうにした方がいいなっていうふうに思ってることはあなただけの力ではないとは思うんですけど、いろんな人たちの力を借りて解決していくことができるよっていうふうに言われているので、もし何かしらのハードル、あなたが希望の職場に行くためのハードルがあるんだとしても、それは楽しくというか、周りの人たちと協力し合いながらあなたがいい方向に進んでいくっていうことは、全然できるんじゃないかなっていうふうに思うし、もっとみんなで、周りのみんなで、ここもみんなで卒業して、みんなそれぞれが希望の職場に配属されていくみたいなイメージがすごく出てきたんですけど、そういう感じであなただけじゃなくて、それぞれがそれぞれの場所で成長して、でそれが最終的にみんなで協力して、でいい仕事を作っていく、そういう関係が出来上がってるよみたいなことも言われてるので、ここもねいい先生に恵まれてる感じとか、あなたが学んでる立場の中でいろいろ厳しい訓練っていうのもありますけど、すごくいろんなものを吸収してると思うんですよね。でそれがあなただけのためじゃなくて、周りの人たちのためになるから、あなたが職場で活躍する、ことができるっていう風には出てるかなっていうふうに思いますね。でこのまでの流れで読んでいくと、エゴっていうカードも出てるし、あなたはあなたの思いを叶えるとか、自分の能力を発揮してより良い立場、より良い環境、より良い利益というか評価を得て、それがすごくあなたが仕事に臨んでることっていうのを伝えると、すごく自分だけが大事なのかって思えそうじゃないですか。でも全然そうじゃなくて、ここでも言ったと思うんですけど、あなたが満足することと他人が満足することっていうのはどっちかじゃなくて、みんなが満足すればいいっていうふうに思ってる考え方の人だからこそ生まれる優しさであるとか癒しであるとか、あなたがあなたらしく過ごすっていうこと、お仕事に取り組んでいくっていうことが周りの人たちに勇気を与えてくれたり、そういうふうにお仕事していけばみんな揃って自己実現できるんだっていうことを周りの人たちに教えながらというか、あなた別に教えたるぞってやるわけじゃないんだけど、あなたの振る舞いとか、あなたのお仕事のやり方とか、コミュニケーション術とか、そういうものがあなただけじゃない周りの人たちの力になっていく、だからこそ希望の職場にポンと行けましたっていうよりも、あなたが希望の職場を作っていく、希望の職場っていうか希望のある職場を作っていくっていう感じがすごく出てるなと思います。だからどこに行っても成功な感じがするし、例えばあなたが A っていう部署に行きたいって思ってて B っていう部署にもし配属されたとしても、その B っていう部署でもあなたのやり方で、あなたのアイディアで、どんどんお仕事でしていけるし、気づけばその B っていう職場が A っていう職場と同じぐらいに輝いてる職場にすることができるので、なんですかね、万能な感じはすごくするなっていうのはあります。うまく立ち回ることができる、うまく変えていくことができるっていうのがすごく、出てるかなって思いますね。柔軟性がねあるんでしょうね。っていうのはあるかな。だからすごい辛い、もしかしたらこの研修とか学んでるっていうのはやりたいってことがあるのにできない、まだできない、まだ研修中だからレジ打てないみたいな、わかんないけどそういう感じだったかもしれないけど、一つ解き放たれてしまえば、割と自由を感じながら楽しみながらお仕事、していけるんじゃないかなって、思いますね。はい。では、あなたへのアドバイス、こちらのカードから出してます。カードとしては、アファメーションズとフォローユー、ついてゆくというカードが出てますね。なので、あなたはあなたがやりたいことをちゃんと口にしていくこと、表現することが大切ですよっていうふうに言われてるので、まだ学ぶ立場だからとか、
まだ社歴が浅いからとか、業界歴浅いからとかじゃなくて、もうあなたが思った通り、もう行動してる感じしますけど、そのままで全然いいんじゃないかなっていうふうに思います。で、あとは、あなたが、理想の職場とか希望の職場とか、もっとこうありたい、こうしたいっていう風な、願いが叶えられるかっていうところは、あなたにとってベンチマークになる人というか、目の前にいる、一緒に働いてる先輩とか同僚とかでもいいですし、現実的に近い間柄の人でもいいですし、それこそ、インフルエンサーとか、世界的に有名なビジネスマンとか、何でもいいんですけど、そういう理想とする働き方をしてる人、みたいな人を見つけて、その人のスタイルを真似していくとか、それがとても重要かなって思いますね。あなたが何を目標にするのかとか、あなたの中でこうやりたい、もっとこうした方がいいとか、そういうアイデアを、短期的なアイデアっていうのかな。そういうのはすごく浮かんでくると思うんですけど、それをもっといい方向に持っていく。さっきも言ったみたいに、あなたはどこに行っても、そこをあなたの希望の職場にすることができる人だったりするので、逆に言えば流されやすいっていうか、変わりやすいっていうか、そういう部分もあるんですよね。で、だけどあなたの幸せは譲りたくないってところがあると思うので、じゃああなたの幸せな働き方とか、あなたの幸せな職場とか、あなたの幸せな生活もと人生とか大きく捉えた時に、それを体現してる人って誰かな。身近な職場で今職場の先輩とか、同じ業界にいるあの人とか、そういうのが具体的にあれば、その人のことを見て真似してみるとか、その人のいいスタイルを自分に取り入れてみるっていうのをやると、よりあなたの目標とか目的とか、そういうものになんていうのかな、クリアに、当たりやすい、お仕事のやり方っていうのができると思うし、お仕事も選べるっていうかね、そういうお仕事が舞い込んでくる。その何がやりたいのかとか、何をやりたいのかっていうところをもっと明確に、鋭利に鋭くする。そしてそれをきちんと自分で表現することによって、それがあなたにちゃんと返ってくる。っていうところもあるし、あとは大きく生き方とか、ビジネスのモデルみたいなものがあるんであれば、そういう人たちをよく観察するとか、弟子入りするとかも全然ありですね。なので、うまく、これって猫ちゃんが船に乗って、いいところに連れてってもらってるんですよね。で、いいところに連れてってくれるこの船頭さんを探すっていうのもありかなとは思いますね。誰かについていく。まだ私はこれをやるんだみたいなことが決まってないのであれば、その職場の先輩でもいいし、同じ会社で尊敬できる人でもいいし、業界とか、もっと大きく見てもいいですし、そういう人たちのやり方を真似していく。で、そういう風にしていくと、どんどんあなたが望む場所、望んでるか気づいてないかもしれないけど、実は望んでた場所とか、そういうところに連れてってくれる可能性があるので、実際に動くのはあなただし、その行動力もあるんだけど、その方向を示してくれる人を見つけておく。そしてそれを口に出す。私あの人みたいになりたいんですよねとか、あの人の働き方に憧れるんですよねとか、そういうことを言ってもいい、誰かに言ってもいいし、自分の中で明確にしておく。で、それに基づいた行動とか言動をすることによって、いつでもどこでもあなたの希望の職場にすることができるスタイルっていうものを出していける、選び取っていけるあなたになれるんじゃないかなって思いますね。だから今学んでる最中の人っていうのが多いと思うので、学びながらも、こうしたいな、ああしたいなアイディアはいっぱいある。で、そのアイディアの集約先みたいなものを一個見つけておくと、楽というかね、よりあなたの理想を叶えやすかったりするかなと、思いました。以上で、3番目の選択肢、回路を選んだ方の希望の職場に行けますかについてリーディングしていきました。参考にしていただけたら嬉しいです。頑張ってくださいね。応援しています。